熊野古道伊勢路の旅第3弾、日数にして4日目ですけれど、今日はここ梅ヶ谷駅から出発します。梅ヶ谷からは、つづらと峠と三坂峠という2つの峠が分かれているんですけれども、前回はつづらと峠を通って、紀伊長島駅まで行きました。今回はちょっとまた戻って梅ヶ谷から三坂峠を通って行こうかと思ってます。はい、では行ってきます。はい、三坂峠コース、紀伊長島駅まで 7.5 キロですね。熊野古道伊勢路は伊勢神宮と熊野三山という二大聖地を結ぶ全長約200キロに及ぶ巡礼の道です。かつて多くの人々が伊勢参りの後によみがえりの地熊野を目指し、山々を越えて歩きました。道中には石畳の古道や歴史ある峠、風情ある街並みが残り、四季折々の自然と調和した美しい景観が魅力です。2004年には紀伊山地の霊場と参詣道として世界遺産に登録され、国内外から多くの巡礼者やハイカーが訪れる人気のルートとなっています。今回の伊勢路の旅は、前回の終了地点である紀伊長島駅の一つ前の梅ヶ谷駅からスタートし、三坂峠、三浦峠、恥上峠などを越えて愛賀駅へ、翌日石畳で人気の孫瀬峠を抜けて尾鷲に入り、西国第一の難所焼山を越えて三木里駅でゴールの予定です。途中孫瀬峠からは絶景スポットとして人気の敏子山と天狗良山にも寄り道していきます。はい、ここから三坂峠入っていきます。三坂峠は江戸時代初期につづらと峠に代わって紀州への玄関口となった峠です。道幅が広く勾配も緩やかで、重い荷物を担いでも越えられることからこの名がついたと言われています。峠茶屋跡、もしかしてここが三坂峠なのか？梅ヶ谷駅からはほとんど上りはなくて、あっという間に三坂峠に着きました。はい、もう少し行ったところに沖見平という景色が見えるところがあるみたいなんで、そちらに行きたいと思います。こちらもありましたね。三坂峠、12分の1です。100メートルおきに立ってるそうなので、だいたい 1.2 キロぐらいということでしょうかね。つづらと峠が18あったんで、それよりはちょっと短いです。はい、沖見平の方に向かいます。こちらですね。ここか。おー。はい、綺麗ですね。はい、こちらが沖見平です。スタンプがあります。三坂峠スタンプゲットです。このスタンプが欲しいためにわざわざ三坂峠に来たという理由もあります。はい、三坂峠はところどころ
江戸道と明治道というのが分かれているところがあるんですけど、基本江戸道は急傾斜で、明治道はなだらかということで、今回は明治道を取っていきます。つづらと峠に比べるとやっぱり歩きやすいですね。こちら熊の爪痕だそうですね。これですかね。平成27年ってだいぶ昔ですけど、それがこれなんかだいぶ新しそうだけど、最近またあれかな、別の熊が爪痕を残したのかな。でも確かにちょっと怖いですね、熊がいるので。ここで三坂峠終わりですね。こちらが一里塚石仏碑ということで、これが一里塚だったんでしょうかね。道の駅に来ました。紀伊長島マンボウですね。こちらですね。紀伊長島マンボウゲットしました。さんま寿司、見張り寿司、これにしようかな。道の駅から紀伊長島駅の方に向かっています。この辺りめちゃくちゃ気持ちがいいですね。今日は天気もいいし、風も適度に吹いてて涼しくて、伊勢路を歩くには絶好の天気となってます。紀伊長島駅に到着しました。前回はこちらのつづらと峠ですね。こちらを通ってここまで来たんですけども、今回は三坂峠通ってきました。ここからが今日の本当のスタートということになります。こちらに道標があります。右熊野道、ここ右ということですね。こちらが長島神社です。あの木がめちゃくちゃ太い巨木ですね、これ。長島神社の大楠は樹齢約850年と言われ、高さ約28メートル、幹回り約10メートルの巨木です。一国峠と平方峠。びっくりした。びっくりした。ここは切り通しですね。ここが一国峠か。こちらが一国峠です。ここ景色いいですね。一国峠。4キロ道標を見つけました。新宮まで90キロ。紀伊長島ふるさと温泉があそこに見えますけど、前回来た時にあそこで温泉入りました。
ふるさと集落には地元の新鮮な海の幸と温泉が楽しめる民宿が複数あります。こちらがふるさと海岸ですね。はい、トンネルのところを登っていきます。お、展望台。おー、気持ちいい。いいですね。はい、ちょうどお昼時なんで、ここで休憩しながらご飯を食べようと思います。さっきの道の駅で買っためはり寿司。めはり寿司はご飯を浅漬けの高菜で包んだ紀州熊野地方の郷土料理です。美味しい。名前は目を見張るほど大きな口を開けて食べることに由来すると言われています。はい、めはり寿司を食べてちょっと休憩しました。ここ本当に休憩するにはもってこいのスポットでめちゃめちゃ気持ちいいですね。はい、あんまりのんびりもしてられないのでそろそろ出発しようと思います。はい、ここから三浦峠に入っていきます。はい、新宮まで86キロ。はい、はい、三浦峠も投票終わりました。18分の1。見通し。ここが三浦峠でしょうか。ここに書いてありますね。三浦峠。はい、この切り通しが三浦峠です。三浦峠、最初は結構急登があったんですけど、すぐ峠に着いたんで、そこまでしんどくはなかったです。スタンプありました。はい、スタンプゲットしました。三浦峠。はい、先ほどの三浦峠で今日の峠は終わりかと思ったんですが、もう一つありまして、これからその恥上峠を登っていきます。よいしょ。新宮まで82キロ。そして伊勢まで84キロ。伊勢から新宮までの半分を過ぎたということですね。ようやくここまで来ました。はい、恥上峠も投票あります。16分の2です。恥上峠、そんなに高い峠ではないらしいんですけど、景勝の地ということで、そこからの景色が非常に素晴らしいと。お、着いたか。恥上峠着きました。景勝の地ということで、これですかね。おー、うわー、いいですね。
した。梶上峠からちょっと降りてきたところで二手に分かれます。明治道と江戸道ということで、世界遺産になっているのは江戸道の方なので、今日はこっちから行きたいと思います。はい、江戸道の方は結構あっという間に降りてきてしまいました。ここで終わりかな。よいしょ。はい、16分の16ですね。はい、今日の目的地までまだ多分8キロぐらいあるのかな。はい、道標発見。新宮までは78キロ。はい、次の道標新宮まで74キロ。郷土資料館かな。明治時代風の建物ですね。中を見学していく余裕はないので先に進みます。また4キロ道標新宮まであと70キロ。だいぶ来ましたね。今日のゴール愛賀駅まで350メートルです。はい、もうすぐですね。はい、愛賀駅到着しました。やった。今日は梅ヶ谷駅を出発して二坂峠、一国峠、三浦峠、そして梶上峠と4つの峠を越えてきました。結構ロードも長くて、だいたい30キロぐらいですかね、歩いてきました。峠から海が見えるところがいくつかあって非常にいい景色でした。はい、では明日またこの愛賀駅から出発していよいよ尾鷲の方に向かいたいと思います。この美山丼というのが非常に気になりますね。すいません。はい、いらっしゃいませ。やってます？はい、どうぞ。大丈夫です。はい、一人です。どうぞ。一富士の美山丼は、その日に仕入れた地元産の新鮮な魚介を中心に10種以上を贅沢に盛り込んだ海鮮丼です。抜群の鮮度と味わいで紀北の海の恵みを存分に堪能できる一品です。はい、一富士山で美山丼をいただきました。この辺りは海が近いから海鮮がめちゃめちゃ新鮮で美味しいです。こちら尾鷲海洋深層水のお風呂ということで、夢鼓動の湯というのに入ってきました。はい、はい、おはようございます。今日は熊野古道伊勢路のトータルで5日目になります。はい、昨日の終了地点の愛賀駅からまたスタートします。今日は本格的な峠を2つ越えることになります。はい、では行ってきます。巡礼手引き観音蛤石、ちょっと見てみましょうか。これですね、蛤石。はい、こちらが孫瀬峠の登り口です。孫瀬峠まではここからですね、約1時間ぐらいで着くみたいなんですが、今日はここから
ビンシ山という山と天狗良山ですね。こちらの方もついでに寄ってみたいと思います。象の背というので非常に映える写真が撮れるということで有名なお山です。で、馬瀬峠を越えると尾鷲に入っていきます。麓から峠に至る約 2km のかなりの部分が敷石で舗装され、現在もよく往時の面影を残しているということで、この石畳は昔からあるやつみたいですね。非常にちゃんと残ってますね。歩きやすい。ずっと続いてます。馬瀬峠は紀北町と尾鷲市を結ぶ峠道で、江戸時代紀州藩によって石畳道が整備されました。約2キロにわたる道には自然石が滑らかに敷き詰められ、段差が少なく歩きやすいのが特徴です。伊勢路随一の石畳道と称され、多くのハイカーに親しまれています。はい、馬瀬峠22分の2。はい、今までの中で一番長いですね。22まであるんで。はい、石畳がこんなに長い距離綺麗な状態で残ってるなんてちょっと知らなかったんで、はい、非常にいいですね。はい、馬瀬峠が人気の峠というのがよくわかります。夜泣地蔵村、はい、こちらです。まだまだ石畳が続いていきます。よくこれだけ大きな石をこんだけたくさん敷き詰めましたね。はい、馬瀬峠まではあと540メートル。ここからちょっと景色が見えますね。この辺からは普通の山道になっていきます。おはようございます。馬瀬峠到着しました。はい。馬瀬峠スタンプゲットしました。で、ビシ山と天狗良山。はい、こちら両方とも行きたいなと思うんで、まずはビシ山ですかね。象の背で有名なビシ山の方。結構あるな。120分、2400メートル。はい、結構距離ありますが、行きたいと思います。でその後、天狗良山ですね。はい、それでは、行ってきます。下るんかい、最初は。ずっと下ってきてるんだけど、ビシ山はいつから登り始めるんだ。ビシ山、これでしたね。やばいな、これ。馬瀬峠からちょっと行けば行けるのかと思ってたら、山、本当に登らないといけないですね。でも、ちょっと今日のハイライトなんで、頑張って登ろうと思います。時間がなくなったら、天狗良山はやめておこうかな。はい、ここからビシ山の登りに入ってきます。今まで階段がずっと続いてたんですけど、
この辺から石段になりました。かなり岩がゴツゴツしたところに入ってきましたね。この辺。はい。まあ、地図を見ればもう少しで頂上みたいなんですけど、まだまだ全然先が見えない。はい、臨死山着きました。はい。598メートル。はい、思ったよりしんどかったですね。結構きつかった。はい、熊野古道だけ歩きたい人は、ちょっとこっち、寄り道しない方がいいです。思ったよりしんどいです。はい。臨死山自体が目的というよりは、こいつですね、象の背。これが一番行きたかったところなんで、これなんか思ってたのと違うなこの木がない写真をよく見た気がするんだけど、これか？これ合ってる？あ、違うわ。びっくりした象の背こっちって書いてあるね。違うよね、やっぱり。すごい。すごい。これは、すごい。怖っ。象の背、めちゃくちゃ良かったですね。はい、ここは、ちょっとだいぶ馬瀬から遠いんですけど、来る価値ありますね。さっきは来ない方がいいって言いましたけど、ここは来る価値あります。馬瀬峠に戻ってきました。臨死山まで約120分と書いてますけど、行きはだいたい1時間半ぐらいで着いて、で、象の背で30分ぐらい休憩して、で、帰りは1時間ぐらいで帰ってきたので、だいたい往復3時間ぐらいですかね。で、戻ってこれました。ちょっと休憩して、天狗良山。30分って書いてあるんで、往復1時間で帰ってこれるでしょう。はい。では、天狗良山に向かいます。はい。天狗良山も、かなり階段が続いてます。めちゃくちゃ急登です、ここ。はい、これめちゃくちゃでかい岩があります。この上に登れるのかな？もうすぐ頂上みたいですけど。なんかあそこが頂上っぽいぞ。はしごがある。登れんだね、これ。修験道の開祖である縁の行者を祀った祠が残されています。よいしょ。うわ、すげえ。すげえ。
さっきの象の背と届かないぐらいすごいですね。絶景ですね。尾鷲の街が一望できます。いやー、すごい。はい、あちらに見える山がこの後登る焼山ですね。尾鷲の町をこう抜けてって、あの山を越えて向こうにある三木里という駅で今日はゴールの予定です。焼山越えるのに結構5時間ぐらいかかるって聞いたんで、はい、ちょっと急がないと間に合わないですね。怖いけどちょっと登ってみますね。大丈夫か。これ登るのも怖いけど降りるのもっと怖そう。うわめっちゃ心もとないこのはしご。大丈夫か。うわ怖っ。あ、上は結構広いぞ。よいしょ。うわ、はい、着きました。はい、こっちから見る尾鷲の町もなかなかですね。後ろ向きに降りるしかないよな。うわ、めっちゃ怖い。登るより降りる方が怖い。よし。はい、また孫瀬峠に戻ってきました。はい、ここ来るのは3回目ですね。はい、それでは伊勢路の方に戻って尾鷲の方に下りたいと思います。この石畳懐かしい。今日はまだラスボスが残ってるんで、どうでしょう、いけるかな。はい、ここで孫瀬峠終了ですね。新宮まで66キロ。はい、だいぶ尾鷲の町が近づいてきました。はい、左熊野道。はい、こっち曲がると尾鷲駅の方に行きます。今日もだいぶ疲れてきたんで、尾鷲駅で終わりたい気分もちょっとあるんですけど、次の目的地の三木里まで行かないといけないんで、頑張って焼山を越えますか。こっちですね、焼山越え。はい、ここはすごい民家の間を抜けていきます。またこっち。ここから焼山に入っていくんですけど、もうかなり疲れていて足が痛いです。6時か7時か、そのぐらいに降りられたらいいかなと。ちょっと今ペースがだいぶ落ちてるんで、もっとかかるかもしれないです。しんどいわ。ちょっと暑いっていうのもあったり、足がもうパンパンです。はい、こちらから焼山越え入っていきます。はい、4キロ道標は伊勢まで104キロ。100キロ超えたね。伊勢頑張って行ってきます。
い、焼山。63分の1。63。今までで一番長いですね。6.3 キロ。焼山越えは伊勢路の中でも特に険しい峠越えのルートで、西国第一の難所とも呼ばれます。江戸時代には山賊や狼が出没し、巡礼者を苦しめたと伝えられています。こちら、行き倒れ巡礼供養碑ということで、巡礼者がここで行き倒れたと。巡礼に出る人は体に病を持つ人が多かったということのようなので、途中で倒れてしまうということもあったんでしょう。焼山峠 2980 メートル、約110分。まだまだ長い先は。この辺りの石畳道は当時の面影をよく残しているそうです。江戸時代に紀州藩が整備した道ということのようです。確かにあれですね、ちょっと大きめの平らな石が綺麗に並んでますね。こちら焼山の長石ということで、この地蔵尊が長石の役割をしていたそうです。63分の20。だいたい3分の1ぐらい来ましたね。で、ここから難所七曲り。西国第一の難所、焼山越えのうちでも大難所の七曲りである。つづら折りの急坂が続く。こちらが難所ですか。これまでも結構しんどかったですけどね。これで七曲りが終了かな。まだ続くか。ここから平坦な土道になりました。ちょっと楽。310メートル。桜茶屋一里塚。これが桜茶屋か。こんなところに茶屋があったのか。桜茶屋があったかどうかは書いてないですが、ともかくここが一里塚だったようです。ここからまた急坂があります。この2つの大きな石が蓮華石と烏帽子石だそうです。形が蓮華と烏帽子に似てるからということですね。ここが茎峠です。焼山山頂まで640メートル。あと20分。もうすぐ。なんか新しい建物が出てきました。何でしょうこれは。昔お寺があったのをあれですかね、再現したんですかね。興仁堂は長らく老朽化していましたが、2019年に地元有志によって再建され、新しいお堂となりました。スタンプがありました。ネットが繋がんないか。こちらが焼山峠
山頂はあっちの方ですね。よっしゃー。着いたー。はい。焼山。647メートル。数字だけ見ると低いけど、めちゃめちゃしんどかった。展望台みたいなのが見えるんで、ちょっと行ってみましょうか。でも山が、すごい海が見える。めっちゃ綺麗。山の灘が見えます。18時を過ぎてだいぶ山の中暗くなってきたので、足元が見えなくて危ないのでヘッドライトをつけました。予定よりもだいぶ遅くなってしまいました。道標に反射テープが巻いてあるので分かりやすくていいです。はい、ここが63分の63、ここで終了です。焼山。はい、4キロ道標を久々に見つけました。新宮まで、54キロ。はい、トイレもありますね。もうあとは歩きやすい道だけかと思いきや、こんな道も結構続いてますね。石畳が地味に橋に来るんで、結構もう疲れてきました。なんだこれ、水が、マジでここ行くの？ここ道ないよな。いきなり川になってるけど、うわ、これちょっと予想外だな。ずっと続いてるじゃんこれ。地味にちょっと時間かかりますね、この道。芝生になったぞ。歩きやすい。これいいっすね。はい、三木里の駅に到着しました。やりました。ようやく。今日の伊勢路の旅は、愛賀駅を出発して孫瀬峠、焼山越えという2つの大きな峠を越えてきました。この2つだけだったらまだ良かったんですけど、孫瀬峠から弁子山と天狗良山の方も行ったので、かなり距離的にも累積標高的にもハードな一日でした。孫瀬峠と焼山越えの2つだけでも結構ハードだと思うんで、もしチャレンジされる方は、その2つだけにしとくか、焼山をやめて弁子山と天狗良山に行くか、どっちかにした方がいいかなと思います。はい、ということで今回の旅はこれで終了です。お疲れ様でした。